ラメンコダンサーの永田健です。今日はですね、YouTube 対談をしてみようと思います。第1回ゲスト、何回続くか分かりませんが、タップダンサーのサードをお届けして、対談してみたいと思います。どうぞ。はい。こんにちは。よろしくお願いします。サードです。こんにちは。タップダンサー、サードです。実はライブをですね、ちょっと懐かしいチラシを持ってきたんですけど、懐かしい、超懐かしい。私のフラメンコの師匠、稲田進という師匠がおりまして、その師匠と、サードがですね、1対1のバトルをやるという壮絶なライブを、そのライブの第2弾を今度は3対3でやると言われまして、サード軍団と稲田進軍団で3対3のバトルをやらされまして、やらされてまして。あれは面白かったんだけど結構ハードで、なんか俺はそこでタップとフラメンコがこんなに違うんだっていうのを初めて知ったし、何から何まで違うよね、音楽も。ここのスタジオが、フラメンコとタップの人半々ぐらいなんですけど、ほとんど交わることない。そうだね。全く交わらない。僕からするともうなんだろう、日本酒とワインぐらい違う。そうね、全然違うね。そんぐらい違うけど、多分フラメンコ踊りをやってない人には全くわからないだろうということで。いや、なんかこの前自分のライブに見に来てくれた人で、なんかすごい良かったって言ってくれて、次にまた来てくれたら、私始めたんですよ、フラメンコって言われて。タップじゃねえんだよみたいな。だからなんかやっぱね、まずフラメンコって実はあんまり知られてないんですけれども、ジプシーがインドから出て、それが漂流して南スペインにたどり着いて、南スペインの民謡の影響を受けて、歌から始まって踊りになったっていうのがフラメンコって言われて、ジプシーの喜怒哀楽は結構虐げられてきた民族なんで、苦しみ悲しみとか、あとはただのフィエスで楽しい踊りとかもあるんですけど、割とこうっていうですね、ブルースチックなそういう踊りを表現する踊りなんですね。タップはどういう感じなの？タップは生まれたのはアメリカなんですけれども、アフリカ人のその奴隷がこうアメリカで一回音楽を禁止されたタイミングがあって、その時に足でこうやったっていうのが始まりと言われて、ジャズとかと同じタイミングでこう多分ジャズもそういう抑え込まれた黒人の人たちがこう作り上げてきたものなんで、そこら辺が同じタイミングで出てきてるっていう感じなんで、一応ジャズで踊るみたいなイメージがあるんですけれども、今の時代はあんまりもうジャズも進化したりとかして、もう特にノージャンルで踊る感じですね、タップに関しては今。悪く言えばあんまりこう要はちゃんと根付いてないっていうか、音楽とダンスでこうがっちり根付いたものがないし、よく言えばもう本当に自由、どの音楽でもただ音が鳴るから、なんかこう最初聞いた瞬間なんだと思ったんですけどもう音数が全然違って、そうね、踊ってるんだけどもほぼ純粋なパーカッションっていうイメージがそうですね。そんなになんか表現してるっていうのはあんまりない。俺はそうですね。でもそのやっぱタップダンサーによっても全然違って、ショーでやる人もいれば、俺みたいにライブでとかバンドで活動する人間もいれば、もう本当様々ですね。フラメンコはまずフラメンコの音楽がもう絶対的にあって、そこに対して踊りがあるんで、あくまでも表現するための踊りであって、その一部に足技もあるんですけども、感情表現っていうか音楽と表現と踊りの全て総合芸術みたいな思う基本やっぱりフラメンコ、しかもライブでギターと生演奏と生歌で踊るっていうのがそもそも全然違いますよね。ジプシー派生と黒人派生っていうところで、生まれた国もスペインとアメリカだし、たまたまこう靴を履いて音を出すっていうところは一緒なんだけども、共通していることといえば、要はその迫害されたというか、こうジプシーも要はこう移動しなきゃいけなかったっていう意味で言うと、こう迫害され続けているところでやっぱ生まれてるっていう感じはちょっとあるのかなという、そこは共通していると思います。はい。はい。タップって半々ぐらい。64、73ぐらいで女性な気がしますね。フラメンコは99対1ぐらい。
90キロ女性。女性。へえ。もうレアなんだ。もうバレエの世界とほぼ一緒。へえ。なぜか男性踊るんですか。男性のフラメンコね男性いるんですか。めちゃくちゃかっこいいけどね。そうなんですよ。うん。スペインでは全然関係ないんですけど。そうなんだね。俺は結構男性ばっか知ってるけど。そう俺はなんか若干女性をあんま見たことないから。なんかこう女性がスカートひらひらして「オーレー!」って言ってあれの影響でしょ、多分なんでかの知らないなんだなフラメンコオーレーとかいうお笑いの人知らないくないオーレーなんです本当は。オーレーじゃなくてね、タップとフラメンコって本当同じスタジオでフラメンコの人が隣にやってたタップの人がやってたりするんですけど、音聞いた瞬間一瞬でフラメンコがタップか分かるぐらい全然違うんですけど、確かに。でも全然本当に交わらなくて、僕も初めてこう一緒にやって、そうね。印象はとりあえず印象としては、フラメンコの踊り方は結構こう地面にこうドンと下にこうなんかドシッとして踏むようなイメージがあるんですけど、タップっていうのはなんか逆にちょっと上にこうポンみたいな、そうイメージがあるのと、あとフラメンコのイメージは12拍子っすね。やっぱりこれは何なんでしょうね。12で要は一回しする。だから1234567891011121234、それがやっぱちょっと特殊。基本はなんか読んでやることがやっぱり多いかなと思うんで、基本がまあ3拍子、3かけるまあように、4拍子もあるけど、まあ、3拍子が圧倒的に多い。12312312121とかね。 3と2の組み合わせでとかね。ちょっと靴の説明でもはいね、せっかく靴が、うんはい、フラメンコシューズとはい、タップシューズ。シューズです。ちょっと俺が汚いんだよ。汚いの持ってきちゃった。まず後ろが全然違うね。こんなそう。はい、こちらフラメンコシューズです。こっちタップシューズ。フラメンコシューズはそれは何がこれついてるの？確認が一本一本釘を打ってですね。釘を口に加えながらこうカンカンカンってハンマーで、この部分は全部ゴムになっています。へー、ゴムだ、本当だ。あとかかとにも打ってると。近いやつなんだ。たまにこう抜けてね、ポーンとかへー、落ちて、落ち出すとたんだんボンボンボンってなんか歯抜けのじいさんみたいになっちゃうんだすげえ。けど、割とここで打つと重たい音が出る。あ、そうか、ゴムの音が混ざるってことか。そうああね。タップシューズはですね、まあ多分これ鉄と、アルミとニッケルを混ぜて作られて、なんかすごいいいバランスで作られてるものらしいんですけれども、これはもう完全にチップですね。こういうタップチップって言われるんですけれども、それがつま先とかかとについていて、でなんか音はなんか圧倒的に出ます。ついてる面が広いから、フラメンコシューズに比べて全然広いから、なんかこう足技競われるとね、結構きついんですよ。そうね。あとカンカーンと音出る。かかとの高さもね、なんかちょっと違うの。ブーツっぽいっていうか、そっちは、まあ、タップシューズもブーツあるんですけど、全然音が違います。違うの。釘っていうのも面白いよね。ちょっと実演をしてみましょうか。はい。最初に習う足ってどういう足ですか？まあなんかステップ的にはシャッフルっていうのが結構スタンダードかなと思うんですけども、こうやってつま先で蹴って、つま先で引いて、つま先で置く。ターンターンターンで両足。そうこう。とかなんかこう。踏み続けるとか。多分これがフラメンコだと最初にやることってまずこれがクラントって言うんですけど、そうするとでポンクランタ一個一個踏みつける感じ。っていうのが結構。
ちょっとタップ流で、こんなね、音。上なリズムと下は本当に下にこうやっぱり行くよ。壊したりしないの？なんかその結構壊す。相当衝撃すごいでしょ。結構みんな膝壊します。うんだよね。これは来るよね。くるくる。逃がしようがないもん。上半身引き上げとかないと。ああここで引き上げることによって。そうああなるほどなるほど。ちょっと本当壊しちゃうね。ステップ2は何？ステップ2ですと例えばスラップ、フラップとか。これがなんかそのジャズのツツツツツみたいなこうスイングっていうリズムだったりとか。タップはね基本的にかかとをずっと上げっぱなしにします。ヒールアップっていうんだけど、こうやったら、なんかやっぱりワイヤー、こういうのね、みたいなことでも。こういう練習あんまりしない。こういうとこやっぱり押さえつけちゃう。ってことだね。あとはなんかちょっとこう技みたいなの、プルバックっていうのがまあすごいスタンダードなんですけど、スタンダード最初にこう壁として現れる。これ後ろに飛んで2回こう鳴らす。でこれちょっとずらすと、で、まあ、簡単に説明すると飛ぶ直前にこうちょっとつま先を上げてあげるイメージで、そのつま先が上がったなと思った時に引いてあげる。でジャンプしてあげる。地面から足を離す。そう。そう。なんか例えば。みたいな。この靴でもそんなに音出るのかちょっと試して。いやーどうなんだろう。やべえ初めて履く。サイズ合おうか何センチ？27.5。あ、はいはい。あ、やべえ、楽しい、やべえ。フラメンコシューズだ、やべえ。うわ、やべえ、バランスですね。あー、音いいな。なんかちょっとできる。そんなつま先がなんないんだ。どっちかっていうとかかとの方がなるんだね。あとさ、かかとが細いっつうか。すごい。やりにくい。案外やりにくくはないんだけど、かかとが全然違うね。結構やりやすいでしょ、楽でしょ。ここがすごいね。もう純粋に面積が広いから履きやすい、なんか気持ちがいい。ケン君のこう手入れが素晴らしいのかもしれないけど、これはフラメンコ技とかないんですか？あと手拍子結構入れるよね。手拍子っていうかボディを叩いたりとか。これ結構衝撃結構使ってるけど、これそれです。なんかこういうみたいなたまにやる人いるけど、これはちょっとすげえ斬新だった。なんかそれでフラメンコはかつ肘を張ってるっていう、こういうでも肘がこうフラメンコの基本やっぱ肘を張ると、それが手だけの練習とかを結構ねこう回しながらやるっていうのが結構フラメンコの場合は多いかな。だからそんなにもいきなり最初から足とか打たない。でもお互いにそういう基礎練とかをシェアしていくと、もしかしたら新しいこうレッスンのスタイルができるかもしれないね。タッパメンコみたいな。タップはあんまり胃を引き上げたりしない。ここら辺を引き上げるかな。ここら辺を引き上げて下には下げない。下に下げるのが結構あるかな。重心の動きっていうタップはね、それも結構自由なのかもしれない。こうなんか
つけたりとか、なんかこういうのは結構つけたりする。そうそう、昔のスタイルはなんか結構そういう、俺はちっちゃい頃そういうのをずっと習ってきてて、けどなんか俺のやってるそのリズムタップってスタイルは、なんかあんまもう上半身に決まりとかないね。決まりなくても、例えば実際にしててもこう、まあ、ここに力入れといて、ここが動かない。それでもどうやってるんだろう。案外これ難しいんだよな。なんかあんまやんないよな、これ。こういうことだろう。これとかってできたりする。このかかとついた後に2個引く。2個そう、これが結構タップだと多いかな。なんか同じリズムだと思うんだけど。これ3連。そう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 。で、かかとはやっぱつけてない。難しいこれ。ちょっと練習しよう。で、それでかかとを下ろすと4連になったりする。これやってんのいつも。そう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 。何やってんだろう。基本はこれをやってる。だからフラメンコの4連はこういう。練習します。はい。難しいっす。全然できないです。お互いね、ちょっと取り入れるところは取り入れていきたい。回転系がこういうなんか一応ありますね。みたいなとか、いろいろあります。バレエをまあちょっとフラメンコにアレンジして、まあバレエの場合こうやって綺麗に回るんですけど、フラメンコの場合。おお。てかそれもちょっとインドっぽいね。肩くのこうなんかこうなんかそれが影響してんのかな。してるかもね。なんかあれ覚えてる。復習して同じこれフラメンコのシリージェっていうですね、1212123っていう変則3拍子があって、それをタップダンサーが覚えてもらって一緒にやってたんですけど、同じ振りを一緒にやるとどうなるかっていうのを復習します。練習しやすい。ですね。はい。タップとフラメンコがやると同じ足やっても全然違うなります。まあどっちも楽しいですね。そうですね。間違いなくみんなやってください。ぜひ。はい。はい。じゃあそういうことで、なんか宣伝あります。インスタとツイッターとフェイスブック全部やってますんで、SARO でサーロでサーロタップスペースで TAP サーロスペース TAP で調べてもらえれば出てくるんで。ぜひチェックしてみてください。いろいろやってるんで。僕は県長型でやってます。どちらも登録お願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。じゃあねー。